今日はですね、年末の大掃除をしたいと思います。というのがですね、もうすぐ2020年も終わりに近づいています。で、我が家ではね、夏頃に、断捨離とかね、いろいろ断捨離とかね、いろいろ頑張ってやったんだけれども、あれからね、キッチンは目に見えるところしか掃除してなくて目に見えないところはほぼ掃除をしておりません。ということでね、今日は目に見えないところ、というかね、そういうやってないところとか見えないところを掃除するの。本当は見えてるんだけど、意図的に無視してきたところを今日はね、ちょっと頑張って掃除をしたいと思います。ということでお掃除スタートです。ちょっとね、ここら辺はほこりだマストですね。これね、夏に大掃除したんだけどね、やっぱりちょっと毎日結構な汚れが溜まっております。こういうところも全部きれいにしていきたいし、あとね、こういうところとか、あとこっち側にね、こういうところに小さい汚れがね、もうほんと飛び散ってんのね、無数にね。こういうところを掃除していきたいし、あとはこういうところね、汚れがあったりするんです。本当にね、もう見せたくないくらい恥ずかしいんだけど、今回ね、2020年いろいろあったじゃないですか。だからそういうね、今までね、目を背けてたところを掃除することで、2021年はね、明るく前向きに生きていきたいということで、今回は徹底的にお掃除したいと思います。今日はね、このセスキ炭酸ソーダ水をまず使いたいと思います。これね、ここに書いてあるの。換気扇の油汚れ、コンロの油汚れ、襟袖の、皮脂汚れって書いてあるんですよ。で、界面活性剤不使用って書いてあって、水だけで作ったクリーナーなんだそうです。で、これも最近ね、有名でね、皆さんよくご存知かもしれないんですけどね、これを今日は使って、このね、換気扇の汚いところをね、掃除していきたいと思います。今日一緒に使っていくのは、これセリアで買ってきたこんなたわしです。たわしっていうのかな、スポンジです。ちょっとこれ使っていきます。結構いいかも。すごい。すごい。ごめんなさい、こんなの見せて。おっとりしているように見られがちだけど、自分の考えや目標をしっかり持っている芯が強いタイプ。目標に向かってやり始めたことは何があっても途中で投げ出したりしないよ。もちっと心理テストブック、これリコタンが学校の図書室で借りてきたやつなんだけど、ねえ、これさ、144ページまで全部読んだ。すごい。で、ニコタンの心理テストの結果はシェフパンタイプそのままだね。真面目でしっかり者、妥協しない完璧主義すごいね、これ意外と当たるかもよっていう全部当たってニコニコ笑顔パパがトレードマークだよ。失敗してもケロリとしていて一晩寝ると忘れちゃうタイプ。自分の生活を持っていて好きなところを極めることができる人。
すごいね。ママはどんなの？ママは何だろう？白パンタイプ。白パン。ママは白パンか。読んでみて。みんなに優しい愛されキャラ。どんなことも親切で優しくできる人でもちょっと不ちょいな一面もいつもみんなに気配できるあなただから困っているときは周りの人が自然と手を岸のべてくれるって？本当。白パンと黒パンって似てるんだよ。そうなの？なんかね、まだこれ一見なんか多分画面上ではすごい綺麗に見えるかもしれないんですけど、ちょっとねまだなんかすごいぬめり感がある。これはね頑固ですね。もう一回くらいやらなきゃいけない。綺麗じゃん。本当？結構頑固汚れっぽいな。あ、なんかいいかも。今ね洗剤をつけてやることにしました。セスキ炭酸ソーダを振りかけて一旦拭いた後で、普通のね中性洗剤で洗ってます。ちょっとねやっぱりすっごいねしつこすぎる油汚れはすごいを通り越してもうほんとなんていうの、もうだいぶ放置した、あ、いいよいいよ、あげるあげる。だいぶ放置した油汚れは多分これだけではね落ちないんだと思う。今中性洗剤で磨いてます。このうちの台所が多分今日本で一番汚いかもしれない。それくらい汚れてるから炭酸ソーダだけではかなわなかった。雑巾で拭きます。さっきはねまだねぬめり感がありました。おー、すごいいい感じ。お、これはもう完結って感じだな。さっきはねまだ油汚れが一見綺麗に見えたかもしれないけど、ちょっと触るとまだベトベトしてるなっていう感じがあったんだけど、今はねそれがないです。ピカピカ。これはいいですね。でもねそんなに手肌に影響しそうな洗剤とかは使ってなくて、セスキとあとは生協のうちがいつも使ってるね食器洗いで使ってる石鹸洗剤だけ。ここもなんか今パッと拭いただけですごい綺麗な感じがわかる。結構いい感触です。お、いいんじゃない？お、いいかも。すごい汚れ見えるかな。すごいでしょ。お、いい感じ。でこの内側の汚れはこうやってこっちもね洗剤つけてすごいなんかこれね腰悪くなりそうな体勢です。腰の悪い人は気をつけてください。今の体勢結構厳しい。なんかこのね手で触った感じ、この中はねなんかちょっとここの裏側はすごいいい感じなんだけど、ここの裏側でね一部ちょっと頑固な感じあるな。ここは多分そんなにはできないところだな。よいしょ、これくらいにしておきましょう。でもここはすっごい綺麗になった。いいんじゃないでしょうか。実はねここに一番飛び散るんですよね。
こういうところね、目を背けていたところには光を当てたくないけれども、今あえて光を当てています。ここもね、今からちょっと磨いていきましょう。このタオルね、このタイル面ね、ここも磨いていきましょう。今ここきれいにしたでしょ。この換気扇のここです。ここちょっときれいにしていきます。ですぐには取れないけど、ちょっと時間が経つとまたね、ちょっと汚れが浮き上がってくるのか、結構ね、磨いたらすぐさっと取れる感じだな。見えますか？ここもだね。それでこのレンジフードと同じように一回ここで拭き取ってから、でもこれで結構綺麗になるね。一回拭き取ってからもう一回中性洗剤でいきます。はい、中性洗剤いきます。次タオルで拭きます。どうでしょうか。だいぶ綺麗になったじゃん。こんな感じです。満足。こんな感じです。じゃあ次はね、こっちの壁ね。これ結構いいかも。タイルくらいだったらこれで結構綺麗になります。天井にもね映ってます。ちなみにこっちのね、このレンジフードはピカピカです。ちょっとねまだうっすらと残ってますけど、やっぱりねセスキだけで結構根気強くこするとこんだけ綺麗になりました。タイルの方は結構いい感じでピカピカになっています。ということで今回はねここのエリアをちょっとねピカピカにしてみました。今日使ったのはセスキ炭酸ソーダと、あとはね私がいつも使っている生協の石鹸洗剤だけだったんですけれども、それでもねこれだけ綺麗になりました。その分ね腕は結構使ったので疲れちゃったんですけれども、そもそもね普段からこういうところも目を背けずにやっておけばよかったなとちょっと後悔してます。そもそもねこのセスキ炭酸ソーダ書いてあるのが、しつこい汚れもさっと一拭きって書いてあるんですよ。もうしつこい汚れどころではなかったっていうことなんですよね。だから
本当にね毎日少しずつやっておけば多分ねこれだけでさっと一拭きできるんだと思います。なのでね普段からちゃんとやっておけばよかったなと後悔してるんですけれども、今回ね年末の大掃除ということで、一気にできたのでよかったなと思います。ということで今回の動画を見てもし年末のお掃除ちょっとやる気になったと思っていただけたらぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちなみに今日のうちの晩ご飯はじゃん、もつ鍋です。年末にねこういうの楽天のお買い物マラソンでねちゃんぽん麺買ったのでもつ鍋にしました。これね自慢の味噌だれなんですけど、前にね味噌もつ鍋した時にもご紹介したやつで、これさえあればねあっという間に美味しい味噌もつ鍋ができます。ちなみにねこれはね普通に味噌鍋にでもあと牛すじ煮込みにもね使えるのでぜひお試しください。みこたんは何かお利口してると思ってたら何作ってたの？ケーキの飾りもらったから、これケーキ作ってたの？違う、これのお家作って